Watch this. The market is surging. Welcome, Cat. At you metal menace. Live from the studio. Breaking news right now. こんにちは、大野です。ちょっと久々にですね、相場分析を簡単なやつをやっていきたいと思います。トレーディングビューでも今週はドル円だったので配信したんですけど、ドル円がね、ラインを下ブレイクしているということなんですね。で、ここの解説をしていきたいなと思いますね。でドル円の重要なラインっていうのが153円に集中していて、ここですね。前も153がこのサポートって書いてて、ここもそうですよね。ここもそう。2回そうだったんだけど、ちょっと上値がね、重いわけですよ。158から160のところね。で、戻ってきたっていう、レンジ相場なんだけど、もうちょっと引きで見ていくとですね、ちょっと難しいかもしれないんだけど、ここからやっていきましょうか。まずバーッと上がってきましたよね。で、162円で下落したと。で、ここで安値切り下げたんで、次戻り売りだよね。で、これ158円だったわけです。次がね。で、戻り売りになったと。一応切り下げたのかな？切り上げちゃったのかな？ここでな。で、なので、この後、下落じゃないのかって話になったわけですね。で、上昇していったわけです。で、2番天井を上にブレイクしたわけですね。で、戻ってきてるのが今だから、別にこの下落2番天井をブレイクしてるんで、長期で言えばおしめ買いだよねって話になるんだけど、短期で言うと結構ひどい下落だよねってことになると。で、じゃあこのフィボナッチエクスパンションで見たときに、これどういうことなのかっていうとですね、こう引きますよね、まずね。天井から安値、2番天井って引きます。それがこの紫のラインなんですね。で、それがここの 151.49 にあるんで、ここは強いサポートだよね、と。で、ここを割れると145だぞと。それも割れると136だよねってことで、ちょっとまずいよねと。だから 151.49 でまず止まるかどうかを考える必要がありますねと。はい。そしたらですね、今度は、この紫はいいかな。ここはね、もう終わってんだよな。ここで158。これは達成したんで消してもいいから、もうここから1波、2波、3波、4波、5波、A、B、C で下落してきてる。今が C だから、C がどこまで行くのかってことになるんだけど、その辺ちょっと見とこうか。C、だから 150.298 ぐらいが利食いポイントですね。で、売り場が 155.231 なんだけど、ここは来るか来ないかわかんない。来たら売り場ってことですね。で、150.298 利食いってことになる。で、ここに、下からこの、これが1波、2波、3波、4波、5波だとすると、大抵ここまでエリオットで言うと、来るですね。で、149.371 割れちゃうと、ここに窓があるんで、ここのエリアも埋める可能性があるよね、って話になるので、それいつ来るのかわかんないんだけど、今はとりあえず、151から150ぐらいのサポートで跳ねるだろうということはわかると。で、ここに窓もあるということなんで、あと今月は経済指標として、ここですね。2月20日の夜10時半にキーデフレーターがあって、ちょっと今月なんか順番が今までとなんか全然違うような気がするんですけどね。雇用統計も CPI もなんか逆だったし、いつもは PC デフレーターが最後にあったと思うんだけど、前にあって PPI がここにある。PPI が27日最後にある。この2つですね。20日と27日で CPI の結果を覆せるかですよね。輸入物価指数はもう悪いんだな。物価低いよねっていう、ここでね。CPI がちょっと低かったですね。なんで、利下げできるということで、金利がね、米国金利が下落してると。で、なので、ドル円にとって良くないぞということで、こうなってるところもあるし、レートチェックも入ったところですよね、ここね。があったし、っていうことですね。なので、下落したわけなんだけど、完全にじゃあこれで下にバーッと行くのかって言ったら、一応ここもね、長期のレンジ域っていうものがありまして、それは、見てわかる通り、ここが大きいじゃないですか。で、次こっちでしょ？ 128 から160。160から139なわけでしょ？だから、その間で収まるわけだから、言うてみたら、この辺だね。140、142からなんだけど、それはないとして145からこうだね。これが大きなレンジ域なんですよ。だから、戻り売りってのは、この155ぐらいまでもし来たら、
超えなければまた売るし、下は145ぐらいまで来たらやっぱりこれは買われるわけですよ。で、その真ん中は、切り板でもある150っていうのは強いし、っていう感じ。これをもしね、フィボナッチで表すとどうなるかっていうと、非常に単純な話で、単にこの間のレンジなわけだから、145がサポートになり、レジスタンスが156であると。その間の、ここは重要だって言った153の、ここを割れてきてるんで、次が150ですよねと。これを割れると148ですよねと。ただ、単純にこれだけのことです。今ここに来たよと。だから、こう来たけど、こう来たよと。なので、割れてるから次はここだよねって話をしてるだけ。で、これも割れると、次ここに来るよねと。で、ここに来ると、戻るよねっていう。で、ここの真ん中でも下割れないんだったら戻るよねと。こんだけのことです。考えるべきなの。これリトレースメントの理屈だと。なので、それをブレイクしたかどうかを見て、ついていくだけ。ネ1からネ1に。こういう話です。で、それが今の、これがレンジであり、エクスパンションがどうこうっていう話。ということですね。ちょっと簡単な解説で、これでおしまいにしたいなと思います。